警察庁長官狙撃事件の時効成立を受けて、警視庁が異例の記者会見を開きました。オウム真理教による組織的なテロだと断定したという捜査結果を公表しました。容疑者の特定ができないまま未解決となった事件について、こうした対応が適切だったのか、批判や疑問の声が出ています。警視庁が今日公表した16ページにわたる資料。15年の捜査結果をこう結論付けました。本事件は教団信者のグループにより敢行された計画的組織的なテロであったと認めた。平成7年、当時の国松孝次警察庁長官が何者かに狙撃され大怪我をした事件。今日午前0時、時効が成立しました。本当に残念、無念ということです。この事件だけは何としても挙げなければならない、解決しなければならない事件だったと思います。それはできなかったと。容疑者を特定することができず時効となった事件について、警察が組織や個人を断定して捜査結果を公表するのは極めて異例のことです。オウム真理教が今なお法に基づき無差別大量殺人行為を行為に及ぶ危険性が認められる団体として観察処分を受けていることなどに鑑み公表することといたしました。公表された資料には、オウム真理教の信者8人を匿名で容疑グループと指摘。A から H のアルファベットを使い、8人が事件に関わったと判断した捜査の内容が詳しく書かれています。オウム真理教によるテロの悲劇を二度と繰り返さないことが何よりも大事であります。オウム真理教の行った犯罪を風化させることなく、共に行動していただく契機とする必要があると考えたものであります。警視庁が公表した内容について、オウム真理教から名前を変えた教団のアレフは記者会見を開きました。これは重大な人権侵害であると言わざるを得ません。何かしら法的な手立てが打てないかということは検討したいと思っています。犯罪学が専門の中央大学の藤本哲也教授です。今回の警視庁の対応は論理的に矛盾していると指摘します。捕まえられなかったけれども、やったのはオウム真理教に間違いないと、こんなコメントは聞いたことありませんね。特にオウム真理教の犯罪であるということを断定する場合にはね、その個々の実行者が特定されていなければそういうことは言えませんよね。特定していないにもかかわらず、これがオウム真理教の組織的計画的な犯行であるという断定すること自体は、これは大きな問題だと思いますね。専門家からは今回の発表に疑問の声が上がっています。最高検察庁の元検事土本武さんは、犯罪事実が分かっていてもそれを誰がやったかが判明できない以上は、これは散罪として扱うわけにはそもそも参らないわけなんです。犬の遠吠え的なことでありますし、送致被疑者を特定できなかったことについて、のこの苦しい弁解をしたに過ぎないと。今日公表された捜査結果は明日から30日間、警視庁のホームページに掲載されます。今回のこの結果公表には批判の声が強いようですね。そうですね。警視庁はですね、二度とテロを引き起こさないというその公益性を重視して今回ここまでの公表に踏み切ったというふうに説明をしているんですけれども、なぜオウムならばここまで詳細に公表するのか、そのあまりに恣意的ではないのかという批判は理解できるような気がいたします。
こんなことやっちゃいけないことだと思うんですよね。どうしてこういうことになったのかきちんと調査をして二度とこういうことがないようにしますというふうに言うべきだと思うんです。でそうすればですね、次からはちゃんとやってくれるだろうという信頼回復の糸口になると思うんですね。でそのせっかくの糸口を警察は自分で自ら潰しているなと。社会部の下川デスクに聞きます。結局捕まえられませんでしたというような会見というのをやるんですか？やらないわけではないんですけど、こういった会見自体は異例ですし、ちょっと潔くない会見です、ね。潔くない、なぜでしょうか、それは。そもそもですけれども、法的根拠が揃ってないから容疑者を特定できずに時効になってしまったわけですよね。にもかかわらず警視庁はオウムの犯行と断定したというふうに言っているんです。断定までいきますか。捜査機関が法的根拠がないのに名指しで犯行を断定するというのは通常だとありえないことなんですよね。そうですね。でしかもですね、こちら VTR にもあった捜査結果概要の中身を見てみますと、これでオウムと断定していいのかなと思ってしまうような内容も少なくないですし、逆にオウムの犯行を否定する要素っていうのは一切書かれていないんですね。でもオウムをね、犯人だと信じているという、そのこだわる理由は何なんですか？会見で警視庁は、その事件の重大性から公益性のためというふうに説明しているんですけれども、15年ずっとオウム説で、捜査を続けてきた正当性を主張するためとか、最後までメンツにこだわっただけといった厳しい指摘の声は少なくありませんね。でもこの事件ね、自分が撃ったと話すオウムのその警察官の存在を隠したり、捜査にいろいろ問題があったりなどしましたよね。そうなんですよ。そうした問題が明らかになるたびにですね、その捜査の体制や方針を見直すチャンスというのはあったはずなんです。でもそれができなかった。それが結局時効につながってしまったんだと思うんですね。会見ではそういう反省や謝罪の言葉、そして今後につながるその検証の中身といったものを真摯に語った方が国民の信頼回復につながったんではないでしょうか。下川デスクでした。